はい、皆さんこんにちは。今回はですね、2025年末に発売された Atomos プロジェクトのクラウドベリー OS を紹介していこうと思います。まずはじめに言っておきますが、傑作です。で、このクラウドベリーっていうのは、実は Atomos が2020年にリリースした最初のモデルでもあるんですけど、Atomos にとって非常に記念すべきモデルでもあり、重要なモデルでもあるんですけど、今回この Atomos にとって非常に大事なモデルをですね、このクラウドベリーという機種を再び主役として復活させるということをコンセプトに制作されたのがクラウドベリー OS になります。で、初代クラウドベリーのキーワードっていうのはオーガニックだったんですけど、そのオーガニックというキーワードは引き継ぎつつも、単なるアップデートではなくってゼロからの再構築をした全く新しいクラウドベリーとなっています。で、その結果としてですね、初代クラウドベリーとは違って、サイズ感も素材も大きく変更されたんですけど、オーガニックさというのは初代のモデルよりもさらに追求されて、この5年、初代がリリースされてからこのクラウドベリー OS がリリースされるまでの約5年ですね。この5年ほどの期間で蓄積された Atomos の技術的な革新っていうのも非常に詰まった機種となっています。ということで、今日の動画ではこのクラウドベリー OS の魅力をしっかりとお伝えしていきたいと思います。まずはクラウドベリー OS のスペックを見ていこうと思うんですが、初代クラウドベリーとのスペックの比較をしながら見ていこうかなと思います。で、まず直径ですが、今回のクラウドベリーはクラウドベリー OS ですね。こちらは直径が 53.2mm になっています。で、初代クラウドベリーは 56.4mm だったので 3.2mm 直径が小さくなっています。前回フルサイズだったモデルが今回ミドルサイズになったということですね。で、幅ですが、今回のクラウドベリー OS は 48.9mm、 そして初代クラウドベリーが 48.58mm なので、若干今回のクラウドベリー OS の方が幅が広くなっているということですね。そして重量はというと、クラウドベリー OS が 65.8g、 そして初代クラウドベリーが 64.07g なので、約 1.7g ほど重量が増しています。そして素材ですが、今回は A6061 を使っていますが、初代クラウドベリーは A7068 で製作をされていました。冒頭にもお話ししたんですが、このクラウドベリー OS のコンセプトは、前作のクラウドベリーを再び主役として復活させるということをコンセプトに作られています。で、具体的にはですね、初代リリース以降に Atomos プロジェクトが学んだ全てのオーガニックデザインの知見を反映させると、そういったことが謳われています。で、オーガニックってよくヨーヨーの界隈でも言われるんですけど、実際オーガニックなヨーヨーっていうのがどういうヨーヨーなのかってことですよね。で、そこをね、まず先に説明しておこうかなと思うんですけど、このクラウドベリー OS はもう究極のオーガニックヨーヨーみたいな、オーガニックヨーヨーの代名詞と言っても過言ではないと思うんですけど、具体的にどんなところがオーガニックなのかというと、まずはこの丸みですよね。人工的なラインではなくって、この自然な丸みがあること、これがまずオーガニックの条件ですね。そしてプレイフィールとしては、競技向けのガツガツした回転重視のプレイフィールというよりかは、流れですね、フロー、そういったものを感じられる、使っていて気持ちいいヨーヨーということですね。そのあたりがオーガニックなヨーヨーの条件とされています。で、これでもね、まだ抽象的で非常に分かりにくいと思うんですけど、逆にじゃあオーガニックじゃないヨーヨーっていうのはどうなのかっていうと、Atomos プロジェクトで言えば、ちょっとこれ僕の近くにあったのが Atomos プロジェクトの富士というヨーヨーなんですが、これは非常に人工的な形ですよね。こんな感じで、すごく何段もステップが組んであったりとか、しっかりとこうリムとサイドフェイスのところがくっきり分かれていたりとかするんですけど、これに比べて
このクラウドベリー OS っていうのはやっぱり丸みが非常に強くて、非常にこの線が途切れないですよね。こういったところがオーガニックという用用の条件となってきます。今回のクラウドベリー OS の特徴っていうのを一つ一つ見ていこうかなと思うんですけど、まず一番大きな変化としてはシュムーブステップの廃止ですね。シュムーブです。このエッジ周りのくぼみのことなんですけど、これはねちょっと比較してみないとわからないので、ちょっとよくわかるモデルとの比較をしてみようと思うんですが、左側はアトモスプロジェクトのノーマになります。そして右側が今回のアトモスプロジェクトのクラウドベリー OS ですね。このエッジ周りのシュムーブ、この盛り上がりを見てほしいんですけど、実は初代クラウドベリーっていうのはこの左側のノーマのようなしっかりと盛り上げた形のシュムーブを設置していたんですね。で今回のクラウドベリー OS はこのシュムーブを廃止してかなりフラットなシュムーブとなっています。でこれなぜ今回廃止したのかというと、やっぱりですねこのシュムーブステップがあることによって、非常にこのノーマも綺麗なラウンド系をしてるんですけど、ラウンドシェイプではあるんですが、このシュムーブがあることによってどうしても見た目が H プロファイルのような形に見えてしまうと、それがどうも気になっていたようで、今回このシュムーブを廃止したということですね。で、そもそもなんでこのシュムーブが必要だったかっていう話なんですけど、やっぱりこの、軸回りといいますかヨーヨーの中央部分の微妙なこの重量配分をするためにこういったシュムーブを設置していたようなんですけど、この5年間のアトモスの技術的な蓄積、いろんな知見を取り入れたおかげでこういったシュムーブをなくしても十分同じような重量配分ができるようになったということで、言い換えるとこのシュムーブステップを廃止することができたということは、アトモスプロジェクトの技術力が上がったとも言えるわけですね。そして前作のクラウドベリーっていうのはA7068 で作られていたんですけど、今回は A6061 で制作をしています。でこの素材の違いなんですけど、やっぱり A7068 っていうのは硬いアルミニウムなので、より部分的に薄くしたりできるわけなんですよね。こちらのノーマも A7068 で作られているんですけど、なのでヨーヨー自体の重量配分をしようと思った時にやっぱり硬い素材を使っておいた方が、柔軟な重量配分っていうのができるわけなんですよね。で今回はこの A6061 という柔らかい、7068に比べると重量配分の柔軟性が少ない素材を使っているにもかかわらず、このシュムーブステップまで廃止して、作ったわけなので、非常にこの5年間のアトモスの技術力が上がったっていうことが、伺える、理解できる機種かなと思います。そして続いてのポイントなんですが、サイズダウンですね。今回のクラウドベリー OS は初代クラウドベリーと比べると、直径も幅も大きくサイズが変わっているんですけど、まず何より直径ですね。初代のクラウドベリーはフルサイズの 56.4mm だったんですが、今回のクラウドベリー OS は直径 53.2mm とミドルサイズになっています。で幅は直径 56.4mm だった初代クラウドベリーの頃は 48.58mm だったんですが、今回のクラウドベリー OS は 48.9mm とわずかに幅が広がっています。ちっちゃくなったけど幅は広がったという形になるんですけど、これは現代的なというか最近のアトモスのよくある形状かなと思います。でただこのちっちゃくなったことでだいぶこのボディの曲率っていうのは変わってくるんですけど、このクラウドベリー OS はブラストではあるんですが非常にサラサラしていて、これ一歩間違えると意外とキャッチしづらい素材だったりするんですよね。なんですけどこの曲率、それから形状、触れた時の角度、あとはやっぱりこのキャッチした時に手にどう収まるかっていうのを細部まで徹底的に検討した結果この形になったということで、これもですね僕使っていて非常に思うんですが、
ちょっとこれキャッチミスしそうだなっていうようなサラサラ感なんですけど、非常に手の収まりがよくってキャッチミスもないですし、握っていて本当に心地よい形になっています。これはぜひ皆さんも実際に触って試していただきたいなと思うポイントでもあります。そして最後のポイントがこの重量配分ですね。重量配分になります。で、そもそもこのクラウドベリー、初代クラウドベリーっていうのはオーガニックなヨーヨーとして制作されたんですけど、どうしてもこういったオーガニックなヨーヨーっていうのは競技向けのね、こういったヨーヨーに比べるとどうしても回転力が落ちてしまうっていう印象があるんですけど、クラウドベリーに関しては、オーガニックさを突き詰めつつも、現代的なトリックセットは十分こなせるぐらいの回転力を確保すると、そういったコンセプトで作られていました。で、今回のクラウドベリー OS もやっぱりこのオーガニックなだけではなくって、しっかりと現代的なトリックをこなせるだけのパワーを付加するための重量配分をしています。で、ただ前作よりも直径がちっちゃくなったことによって、完成モーメントっていうのは下がってしまうんですけど、その分この重量配分っていうのを調節することで、しっかりと快適性を確保しつつも回転力も得ると、そういった形をとっています。で、具体的にはですね、重量としては前回のクラウドベリーと比べると 1.7g ぐらい重くなってるんですけど、それをどこに配置したのかっていう話ですよね。で、具体的にはこのミッドシップ、真ん中のあたりからリムにかけてその 1.7g を配置したと公式のリリースノートでは書いてあります。なので、外側にね、こう直径がちっちゃくなった分、少し外側に重さを持ってちょっと回転力を確保したということですね。で、ただこの直径が小さくなった分、非常に快適で動かしやすいですし、もう全く止まる気配がないというか、もう思い通りに動かせるヨーヨーになっています。で、それでいて、回転力も、普通のモノメタルと遜色ないぐらいな形で使えますし、で、フローティーさですね、ふわふわ浮く感じっていうのは当然あるんですけど、そこまでね、ふわふわ感も強くないので、非常にバランスのいいヨーヨーとなっています。オーガニックヨーヨーとは思えないぐらい普通に使えるモノメタルですね。で、それでいてやっぱりこの心地よく振れるし、こうゆったりと流れるようにプレーができるので、非常に気持ちいいヨーヨーとなっています。で、このクラウドベリー OS の使用感なんですが、まず僕がびっくりしたのはやっぱりこの握った時の感触ですね。非常に手に収まりがよくって握りやすいっていうことがまず第一にあります。そして実際にスローした時の感覚なんですけど、これにも僕は非常にびっくりしたんですが、スローをしてストリングが伸びきった瞬間の柔らかさ、なんかこうバネといいますかクッションでも入ってるのかっていうような、柔らかさがあって、ガチンとこうストリングが伸びきるような感じがないんですよね。ここが非常に心地よい感覚があります。そしてプレイ中なんですけど、重さとしては 65.8g、ほぼ 66g なんですけど、66g あるとはちょっと思えないぐらいな感覚ですね。もうちょっと軽い 64g 台ぐらいの、モノメタルを振っているような軽さもあります。そしてもう一つ僕が気になっていたのが、このシュムーブステップがなくなったことによる傾きやすさっていうのがあるんじゃないかなと思ってたんですけど、実際使ってみると、直径が小さくなったっていうことと、外側にも重量配分がされているので、割と傾かずにまっすぐな状態を保ったままストリングの上に乗っててくれるので、この辺りも非常に使いやすいなと思っています。そして動かしている時なんですけど、本当にこのスピードを上げようと思ったらすぐに上がってくれるし、ゆっくり動かそうと思ったらゆっくり動いてくれるし、思い通りに動かせるっていう感覚が非常に強いので、とても本当にこのオーガニックというか気持ちよく振れるヨーヨーだなっていうのが非常に僕の強い感想ですね。それでは最後のまとめに入っていこうと思いますが、このクラウドベリー OS はですね、初代クラウドベリーを再び主役として復活させるというコンセプトのもとに、
1からではなくって0から再構築した全く新しいクラウドベリーとなっています。で、直径サイズ、直径含むサイズもですね非常に現代的なサイズになって、ただやっぱりこの回転力不足っていうのもしっかり重量配分で補ってあるので、とても使いやすいヨーヨーとなっています。そしてですね、アトモスプロジェクトはこのオーガニックなヨーヨーの存在意義っていうのを公式サイトの中でいろいろと書いてくれているんですが、まずこのオーガニックの存在意義っていうのはフィーリングと体験、この2つであると書いてあります。でもちろんこのヨーヨーをする時っていうのは、純粋なプレイヤーのパフォーマンス力、それから技術性、競技性っていうのが重要なんですけど、このオーガニックが唯一無二の価値を持つのはプレイヤーの感受性、例えば動きですとかアライメント、軸ですね、それからこのヨーヨーの惰性を使う動き、あとはミスに対する感覚、こういったプレイヤーの感受性を育てる点にあるとアトモスは説いています。なので、こういったバイメタルですね、競技向けのバイメタルでヨーヨーするっていうのは非常に効率がよく、回転力も強くて効率がいいんですけど、やっぱりこういった競技向けのヨーヨーだけではなくって、今回のクラウドベリー OS のようなオーガニックなヨーヨーを使うっていうことは、やっぱり練習の中でもですね、このフィーリングですね、トリックができるとかできないとかではなくて、こういう動きをしたらミスをするとか、こういう動きをすると成功しやすいとか、そういったそのフィーリングの部分を育てるのに非常に役立つんだということが書かれています。こういったバイメタルを使ってヨーヨーを練習するのは本当に効率がいいんですけど、やっぱりそれだけではなくって、普段の練習の中にこういったオーガニックなヨーヨーを取り入れることでフィーリングっていう部分も育てることができるんだと、今回このクラウドベリー OS に教えてもらった気がします。なんでこれを買って以来ですね、僕は結構バイメタルばっかり振ってたんですけど、やっぱりバイメタルだけじゃなくって、こういうヨーヨーでも練習していかなきゃいけないなと思って毎日使っています。クラウドベリー OS はまだ国内のショップでも購入することができますので、気になる方はぜひお買い求めいただいて、フィーリングを楽しんでいただけたらいいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。